今回のマッチアップは、イラオイ VS クイーン。ン。機動力に優れるクイーンを相手に、イラオイは確実にスキルを当てたい。クイーンは E のスキルの使いどころが鍵になりそうだ。こんにちは。初心者同士でカウンターマッチアップをやるとちゃんと勝てるのか検証していきます。今回はイラオイ対クイーン。レーンはトップです。OPGG のデータではクイーンの方が勝率が高く 56.48%。レーンキルレートもクイーンの方が高くて 52.6% になっています。ルーンはイラオイは不射の悪役。クイーンはプレスアタックになっています。勝敗は CS 差が30つくか、2キル差がつくかです。11レベルまで何事もなければ引き分けです。まあこれ、あれ、キジバトマンが唯一使えるメレーってことで、クイーンを連れてきました。多分ね、ベインとかね、ティーモとかの方が、ティーモどうなんだろうな。ティーモブラインド、ダブルブラインドで透かせるけど、体柔らかいからな、ティーモ。どうなんだろう。でも、まあ、マークスゲームってちょっと綱渡りすぎて、ちょっと精神衛生上よろしくない。まあそうだよね。トップに持ってくるってことはさ、マークスマンを。甘えたら死ぬぜっていう前提だからさ。そうね。そこが難しいよね。まあいろいろこう、射程のあるスキルがちゃんとあるし。レーンキルレートも、勝率も結構悪いけどさ。思ったよりそんなひどい戦いにはならないね、ガレンとかみたいに。まあ、イラオイは最初は、マナフローバンドをどうやって貯めようっていうことを考えるんですけど、なかなかね、当たってくれないんで、パッシブに行くしかないですね。ミスった。フリックミスってきてなかった。こうやってね、ちまちまマナーフローバンドを貯めていく感じかな。CS がひどい。落ち着いとった方がいいよ。落ち着いて取れるほどマークスマンに慣れてない。マジで。マークスマン、プッシュしないとって焦るとマジ CS どんどん取れなくなって。しんどいな、さすがに。CS が取れない。よし。ミリオンに邪魔された。イラ。で、マークスマン相手プッシュできた方が強いし、いい当たんないんで、どうせ。9上げです、イラオイ。結構大事なポイントかなと思います。適当に振ってもね、どうせこんなスキル当たんないんで。落ち着いて CS 取りながら、9のレベルが上がっていくと、イラウがなぜかプッシュ主導権を取れるようになっていくんでね。で、そう、プッシュをしたい関係で、ドランシールドじゃなくてドランブレードを選択しています。でも息継ぎは持ってきてますね、さすがに。うえい。いやまあ一応ね、マナフロ貯めなきゃいけないんでね、トレードを。で、こっちのマナが 100% 先に切れるんで TP を持ってきてます。
当たってね、全然違う場所にいる。マナ落ち悪いんだよね。あ、もうマナねえじゃん。びっくりしよう。ビビーって言われた。使ってもいいんだけど、プッシュがしたいんで、とにかく。武器から積みます。CS が全く取れません。あれ勝ってる。マジで CS 取れねえんだよ。まあ、明治よりいいよ。まあ、明治よかいいけどね。明治で練習するといいよ。あいつらマジでむずいから。ああ、絶対ここいい当たるなーって場所以外は、まあ静かにしてるんだな、平追いは。あ、いった。よし。え、なんで抜けてんのそれ。おっと。おっと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 よし、勝った。E が当たっちゃうとね。E が当たっちゃうとしょうがないね。スローが入るから壊されちゃうと。あ。スローが入るから、イラオが追いつけるようになるし。Q 上げするとやっぱ CS とかが下手すぎて全然ビルドが進んでがしょうがないね。それは慣れだね。AD も結構低めだよね、クイーンがね。ベインとかジンだともうちょっと取りやすいよ、多分。まあ、ジンは相当取りやすい部類よな。まだマナフローできてねえのか、俺。まあ、いつまでたっても、今のも取れんのかよって。いつまでたってもイラオイは連戦別に有利にならないから。プッシュの主導権が取れたら、感じやね。お、舐めてんじゃねえぞ。無理なんだな。舐めた立ち位置を取るとボコされますね、さすがに。これがレンジトップの難しいとこだよな。ベインでもそうだもんな。一発食らったら終わるからな。もうダメだね。連戦はいつまでたっても命令が多分レンジが有利だよ。いやーもうここまで来たらそんなことはないと思うな。だって逃げれるじゃん普通に。殺せんよ。でも、まあ、殺せはせんだろうけどレンジトップってそんな簡単に殺せんよ。殺せはしないんだろうけど、でもイラオイの場合はそんなことないと思うんだけど。触手引っこ抜いちゃえばいいもん。まあね。レンジの基本、アジリティクローク先に積まないですよ。クリティカル上がってもしょうがないから、最初。アジリティクローク買うんだったら、剣買う。なるほど。そこは間合いなんだって。いや、逃げれないんですって。後ろに素直に引くしかないんだって。いやだからそこは範囲なんだって。いや、だって避けられないじゃん、後ろに逃げたって、スキル。結局、触手に叩きつけ当たるんだから横に逃げる。なんだって。もう、分かってないな。レンジ広い。いや、だって後ろに下がったら負けでしょ。レンジ広いんだって、このチャンピオン。いやー、それは無理だよ。イラオより、レーンキルレートも、勝率も高いっすよ。
世間のレンジは。あ、ミスった。喋ってたら。難しいっすね、レンジトップはね、やっぱ。まあ、みんなやんないだけあるよね。神になるんだ。レンジトップがさ、強いんだったらさ、それは知らんけど。レンジトップ使うわな。レンジトップがそんな簡単に強いんだったらさ、ダリウス相手にみんなレンジ出すよね。でもさ、出てこないっていうことはさ、そんな簡単じゃないんだよね。実際はガンクまであるしな。やっちゃおれんだろうね。そういうことだよね。まあ、ちょっとこれさすがに放送できんな。CS 取るのが下手すぎる。それがする。もう、イラオ相手は辛いよね。意外と難しいよね、レンジじゃあね。Q が広いもんね、普通に。広すぎる。レンジいくつあるんだろう。7匹は普通にあるよね、どう見ても。普通にレンジとやり合えるレベルの射程があると思う。クイーンのさ、間合い離すスキルがちょうど Q のスキルと E のスキルの範囲なんだよね。あの後に焦らずに Q 振ったり E 振れば当たるから、イラオイは。そんな簡単じゃないですね。はい、レベル11になってもいました。はい、11、今回の勝者はイラオイでした。やっぱ、レンジのあるスキルがイラオイもちゃんとあるんで、結構簡単ですね。プッシュもできるからね、スキルが良くて。はい、これからもマッチアップ動画作っていくので、ぜひフォローしてください。ではでは。